皆さんこんにちは。漫画家兼 YouTuber のボイチです。ついに YouTube に復帰しました。ディレクターさんこんにちは。こんにちは。久しぶりです。ディレクターさんにまた会えてとても嬉しいです。何より購読者の皆さんにまたお会いできてとても嬉しいです。日本のチャンネルは16本のコラムを掲載し、そして1ヶ月間の休息期を持ちました。その1ヶ月間、ディレクターさんは1ヶ月間の休暇を取りました。ディレクターさんが16本のコラムを載せる作業をするために本当にお疲れ様でした。このコラムを載せる過程、ブラジルプロジェクトと呼ばれたことを、これを成功的にやり遂げたので休暇を楽しむのが正しいと思います。それで行ってきました。私たちのスティーブは英語チャンネルの溜まっているコラムや映像を掲載するために努力しました。たくさんの努力をしたけど、全部アップロードができませんでした。スティーブは健康がそんなに良くないです。でも皆さんの未来のために、コミックスの世界の発展のために、一生懸命やってるんですよ。皆さん、たくさんの応援をお願いします。私は何をしたのか。私は休みの間ネームを約200ページしたと思います。その次に原稿は40ページくらいだったと思います。そういう作業をしていました。私は1日も休みませんでした。そしてその間に私たちが YouTube の事務室移転を試みました。それでうちのディレクターさんが YouTube の事務所の移転作業をしながらこのコラムの動画をアップロードしました。ブラジルのために、世界のために。どれだけ苦労されたのか皆さん見当がつきますか？ところが驚いたことに事務室の移転作業は失敗に終わりました。やれやれ。あなたが人生で出会うことができる人々の中で順位に入るバカ集団です。この集団の頂点に私がいます。皆さん、私たちがやってるほとんどは誰もやったことがないことをやっているんです。その外国人の私たちが埼玉に YouTube のオフィスを作ってもっと頑張ろう。埼玉、すごくいいね。埼玉に長くいられるように頑張ってみよう。そしてもっと多くの可能性を準備しようという考えで、事務室をもっとちゃんとしようと思って引っ越しをしてみること。私たちは何の知識もないし、何の経験も知識もない状態で、私たちが挑戦して失敗して、それを通じて学んでいくことを繰り返しています。私たちがこうやってバカだから失敗を繰り返しますが、多分他の人たちの役に立つんじゃないかなというふうに思っています。そして皆さん見えますか？その間にマスクを新しく作りました。既存のマスクも良くて誇らしかったですが、もっと改善してほしいと思って、何より重くて頭も痛くて換気ができなくて本当に暑かったです。それで改善されました。ここにたくさんの換気口が見えますか？うちのチームメンバーの中で1人が気を使って作ってくれました。今使っているマスクと以前に使用するマスク、この2つの制作に130万円を超えるお金を費やしました。こうやってずっとバカなことをしています。何のためでしょうか。1つ目、世界の漫画家志望生たちの夢が叶うことを願うからです。2つ目は漫画を含むコミックス世界のとてつもない発展のためです。私たちはそういう発展が起こると思います。私たちにはそういう未来が見えました。やるしかありません。漫画を愛し、コミックスを愛しているからです。ワンカットのコミックスから30年を連載するコミックスに至るまで、コミックス世界のすべて、みんなが家族だと思います。みんな一緒に発展する方法があると私たちは信じています。
私はそういう未来が見えたので、それで努力するのです。ボイチがなぜこのような YouTube をしているのだろうか。という話もあったそうですが、当然漫画のために、コミックスのために、世界の漫画家たちの夢のためです。不足だが役に立ちたいです。人気なくても続けてください。という話もあったそうです。心配しないでください。人気がないと思ってやっているのです。意味があると思ってやるんです。私たちが上げるこのコラムは、事業をされる方々、私たちのコラムからインスピレーションを得て、それが正しいということに気づいて事業をされる方、または国を経営されている方々が、コミックスを発展させないといけないんだと気づいた方、そんな悟りを得て国家を経営する方、こういう方たちを核心ターゲットにコラム映像を作っているのです。漫画の描き方をすると皆さんが助けてくれるかもしれません。しかしこのコラムでたった一人のある事業家が漫画あるいはコミックス事業をすることを決心して、私のコラムの内容通りにしていただければ、少なくとも100以上の雇用が生まれます。少なくとも100人の漫画家が活動できるようになります。漫画市場のないところでは、一人のビジネスマンが我々の意見に同意すれば起こりうることです。私が望むのはそれです。それでブラジルからの便りを記念して祝うために必死でコラムをアップしました。これはチャンスだ。世界がこれから始まるかもしれない。こんなことになったらコラムをアップロードしてみよう。なので頑張ってアップしました。それでそのコラムをアップロードしながら、1ヶ月間の時間を過ごしながら、その1ヶ月間、漫画世界に多くのニュースがありました。これらのニュースの共通点は一つです。世界が動き始めているということです。このニュースをぜひお伝えしたかったんです。その知らせも後ほどお伝えします。ディレクターさん、このニュースは本当に驚きませんか？本当にすごいニュースですよね。お知らせの意味がすごいです。私たちが描いているこの未来で、これらのニュースはとても意味のあるものです。すぐにお伝えします。そしてこのマスクに、マスクなのになんで手足はくっついてるの？という話もあったそうです。なんで手足がくっついてるんでしょうか？ここが顎じゃないです。ここはボイチのお腹です。だから顔はここまでです。顔がここまでなら手足はここにないといけないんです。こうやって前に行ったら、ただのボイチキャラクターのように見えませんか？想像力の力を発揮して下はないと思ってください。日本のチャンネルが1ヶ月間の休んだ間に、その間にあった記事をいくつか見てみましょうか。私たちがコラムを取った後、こんな記事が出ました。日本政府が日本のアニメや漫画などのコンテンツクリエイターの海外展開を重点的に支援することにしたという記事です。あれ、私たちが必要だと映像を撮ったんですが、撮ってすぐにこんなに記事が出るのが不思議ですごいじゃないですか。私たちもびっくりしました。記事の内容をもう少し見てみましょう。日本のコンテンツ事業は輸出規模がますます大きくなって巨大事業に成長し、アニメの舞台となった場所に観光客が訪れる。聖地巡礼ですよね。訪問することで経済効果も期待されますが、そのため政府が司令塔の機能を強化し、産業のさらなる活性化のために努力を加速させる。単語が美しいです。司令塔機能強化。そして日本のコンテンツ産業の海外売上は 4.7 兆円だそうです。それで日本の鉄鋼産業は輸出額と半導体輸出額と似ているそうです。皆さん、この記事の内容もすごいんじゃないですか？私が漫画事業はその国の石油だ、その国の半導体だ、その国のお米だ。日本のコンテンツ産業の輸出額が日本の半導体輸出額と似ているということです。私がこういう話もしました。日本の半導体事業を発展させるために、熊本市でやって、北海道でやって、
このように漫画産業の発展のために政府が投資できるものだ。日本政府ができるようにしなければならない、できる、こういう話をしたんですが、すでに日本政府がそれを準備していたという、そういう内容です。すごいです。こんなすごいニュースがありました。日本政府のこの政策は韓国政府がずっと前からしていたことです。私がお話したじゃないですか。韓国政府が世界で一番よくやってきたと。21世紀の文化事業政策を世界で一番よくやった国が韓国です。世界のロールモデルです。皆さん、こう考えてみてください。支援してくれないこともうまくいくでしょうか。通りすがりの社会人を誰でも捕まえて連れてきて、ボイチほど原稿料を払うのでドクターストーンのような絵を描けますよね。とすると描くようになりますか？不可能ですよね。通りかかった人を捕まえて、稲垣先生ほど原稿料を上げますのでドクターストーンのストーリーを書いてください。やればうまくいくでしょうか？当然ダメです。なぜなら少年ジャンプが稲垣先生ほどやってくれるようにたくさんの人たちにやってあげたのに、稲垣先生だけちょうどそのようなストーリーを書いたんですから。皆さん、いくら政府が支援してくれて誰が支援してくれてもできない人が絶対にできません。ただできる人が支援がなければなりません。十分になれる人なのに、あるいは十分に文化的に強力になれる国なのに、政府がまともに仕事をしなくて、政府がまともに支援をしてくれなくて、良い機会を作ってくれなくてできない場合がありえます。つまり支援は可能性のある人や国に支援をします。しかしその支援がないとき、十分にできるのにできないこともあります。支援というのはそういうものです。それは国の可能性を引き出せるものであって、ない可能性を生み出すものではありません。一つ確かに知っていることがあります。全世界に潜在力を持つ人は必ずいます。通りすがりの社会人に私にくれる原稿料をくれると、ドクターストーンを描くことはできないかもしれないが、潜在力と夢を持った漫画家志望生を十分に成長させるなら、私以上になるのは誰でも可能だ。私は確かにそれを知っています。どの国の国民も素晴らしい文化的潜在力を持っています。韓国が先にして、そして日本政府がしています。他の国の政府からも多くの関心を持っていただけると嬉しいです。そしてこんなニュースがありました。メチャコミックをアメリカの投資会社が引き受けることにしたという話です。すごいニュースですよね。アメリカの投資ファンドブラックストーンというところでメチャコミックを買収するという話です。メチャコミックの漫画事業の売り上げは570億円なんです。そして買収金額は2750億円が見込まれるという、そういう記事です。年間売上高はおよそ5倍程度を引き取るということです。私は少し安いと思います。なぜなら普通立派な可能性を持ったコンテンツおよび IT コンテンツビジネスの場合は、私が見るに売上高の普通10倍くらいの時価総額は持っています。売上高が570億円なら5700億円になるのが正しいと思います。それでは買収をしてもそれよりは高いのが正しいです。とにかく引き継ぎをします。このニュースはメチャコミックが高いのか安いのか、買収価格が正しいのか間違っているかどうかの話ではありません。この記事が意味のある記事である理由は、メチャコミックを買収しようとするもの、つまり日本の漫画サービス会社を買収しようとするところがアメリカ系投資会社ということです。急にアメリカの投資会社が、どう思いますか？このニュースはこういう意味があると思います。全世界に日本の漫画事業に投資したい方々が存在するということです。集英社の株があれば買いたかったのではないでしょうか。投資したいと思うでしょう。全世界の日本漫画市場に投資したいお金があるということを私が初めて知ったのは2018年でした。この記事も私の考えではそのようなことの証拠だと思います。日本の漫画事業を発展させるために
日本政府が司令塔の役割をするんですが、どんな風に司令塔の役割をしてうまく成長できるようにするのか、クリエイターを育成するなどのいろいろあるかもしれません。ディレクターさん、IT ビジネス成功の核心は何でしょうか？投資です。皆さん、投資です。IT ビジネスの成功の核心は、投資を成功的に持ってくるのです。グローバルで漫画事業に投資したいお金がたくさんあるとしたら、今もあるならうまく広報したらどうですか？成功の可能性を示し、良いビジョンを提示したらどうでしょうか？私の考えでは想像できる最も良いビジョンはこれだと思います。世界の巨大なコミックスのビジネスを作る。世界各国に漫画界やコミックス世界を誕生させる。これを説得できるとしたら、莫大な投資が起きそうにありませんか？グローバルじゃないですか？数十万個以上の連載機会が来るでしょう。デジタル市場で7億ドルあたり年間7000個の連載の場を設けることができます。70億ドルの市場を作り出すのが目標なら、7万隻の連載機会が生まれるかもしれません。だから私はこれがものすごい潜在力を持った記事だと思います。めちゃコミックと何の関係もないけど、めちゃコミックのアメリカ投資ファンドの買収公式に本当にワクワクしました。またすごいニュースがあります。皆さん、私が漫画センターの話を一生懸命したことを皆さん覚えていますか？政府が作られても良いが、企業が投資しても良い、などなど、いろいろな話をしたのを覚えていますよね。そういう話をしたんですが、驚くべきニュースがあります。さて、どういうニュースかというと、漫画家志望生が経済的心配なく漫画家を目指して努力できるようにする。そんなセンターを誰かがやることにしたという、そんな驚くべき話です。漫画アパートメント V というところです。漫画アパートメント V のニュースです。これを企画していったところは、驚くべきことにジャンププラスの編集者、チェーンソーマンやダンダダンのような素晴らしい作品を編集した編集者、林志平という方です。この編集者の方が株式会社サイバーエンターテイメントの協力により、漫画アパートメント V という場所を作って、漫画家志望生が入居して生活できるようにしながら、本人が直接彼らを支援し、養成し、アドバイスをしてくれるそうです。これはやばい。本当にこれは驚くべきニュースです。林志平編集者に会ったことはないけど、すごいですね。本当に驚きです。そしてその株式会社サイバーエージェント、すごいです。驚きです。驚きです。そしてまた驚きのニュースがあります。